さあロータスエレトレ、初試乗ですけど、結構ね信じられないぐらい完成度が高いです。加速感がすごくまず煮詰められてます。今ちょっと街中に入ってきちゃったんですけれども、0キロから1回全開にしてみたらドーンっていう、その電気自動車、ハイパフォーマンスの電気自動車特有の嫌なトルクの出方をしなくてですね、あくまで滑らかに出てって、でも力強く、さらに80キロとか90キロぐらいからまたグオーっとこう加速感があるんですね。伸び感といいますか、普通電気自動車ってやはりトルクの強さが際立って、100キロに近づいていくとだんだんちょっと頭打ち感みたいのが出てくるんですけれども、それがなくてすごくいい気持ちのいい加速感を持ってます。これはおそらくロータスが今までスポーツカー作りで養ってきた、どういった加速が気持ちいいのかとか、実際に速さもあるのかとか、そういったところを考えて作り込んだからできたんじゃないかなと思いますね。なかなかここまでいい加速感を持った電気自動車出会ったことないですね。もちろんテスラだったりポルシェだったり、いろいろハイパフォーマンスな電気自動車あるんですけれども、この加速感はないですね。で電気自動車はもちろん低重心で、ヨーカー性モーメントが低いっていうもともと持っている資質がありますけれども、それによるコーナリングもなかなか見事です。一番驚いているのは高級車、ラグジュアリーな車に出来上がっていることですね。エアサスペンションで可変ダンパーがついていて、サスペンション自体はもう最も高級な SUV の部類と言っていいと思うんですけれども、これの煮詰めもねすごいよくできてるんですね。なんでしょう、いきなりなんでこんな車できちゃうんだろうと思いますけれども、資料を見てたら2016年ぐらいから開発始めてるらしいんですね。ですのでかなり開発の時間としては長めに捉えているのは確かですね。でもその今までプリミティブなスポーツカーを作っていただけのロータスがですね、こんなプレミアム SUV みたいなものをいきなりこんな完成度でできちゃうんだなっていうのはなかなか驚きです。今ですねある高級というか結構ハイパフォーマンスで、価格も高い、電気自動車というと、BMW だと iX とか i7、メルセデス・ベンツだと EQS ですかね。あとポルシェ、タイカン、それと兄弟のアウディイートロン GT なんかですけれども、それらと比べても全然遜色ないというか、むしろちょっとパフォーマンスプラスフィーリングという面ではもしかしたら上回っている部分もあるのかなという感じはします。静粛性についてはですね、モーターとかその辺はかなりちゃんとしてます。ロードノイズだけはBMW iX とかかなりすごいんで、それに比べると少し音を感じる、あるいはステアリングからすごい細かな振動として感じる部分はありますけれども、でも全然高級な電気自動車としてまともなレベルにありますね。いや今日ノルウェーで走ってるんですけど、やっぱりさすがに電気自動車が多いです。あとこの回生はですね、左側のパドルで上にすると回生が強くなっていく、下にすると回生が弱くなっていくで、今これオフなんで、コースティングですね。完全に回生0で1段階2段階3段階と、計4つの回生があります。で右側にもパドルあるんですけど、これはドライビングモードを切り替えます。切り替えるとこういう風にねアニメーションが出てくるんですけど、今ツアーなんですね。ツアーから1個上にするとスポーツになります。そうすると今シートがちょっとキュッとなって、ホールド感が良くなって、であともちろんそのアクセル操作に対するレスポンスも良くなりますし、エアサスですから車高が落ちてかなりスポーティーなサスペンション周りになります。でね、このアニメーションとかもすごいよくできてるでしょう。ロータスハイパー OS オペレーションシステムですね。これも独自で作ってるんですね。最初から何もかもすごいなという感じなんですが、これがアンリアルエンジンと呼ばれるもの、これねもともとはゲーム用のエンジンらしいんですね。
これを採用して独自に、開発した OS オペレーションシステムらしいんですけれども、これがよくできてますし、この辺の使い勝手いろいろ使ってみたし、教えてもらったんですけれども、まずテスラを徹底研究して、でそれを上回るものにしようという考えなんじゃないかなと思いますね。この辺きっと Google マップがベースにはなってるでしょうけれども、ヨーロッパはですね、ヒアテクノロジーっていうところと共同開発のカーナビになってます。ヒアって結構日本でいうダイナミックマップ的な、高精度地図データなんかも自動運転用に出していたりとかするところですよね。でこれね、この車ライダーも4つついてて、レベル4までいけるハードウェアを今からつけてあるということです。ACC もちょっと使ってみようかなと思いますけど、おそらく ACC 使い出すとですね、ライダー、4つあるうち前後の2つは今のレベル2でも使ってるみたいなんですね。普段はこう屋根に隠れてるんですけれども、フロント用のライダーは使う時にこうポップアップして、可動式、展開型と言ってましたけれども、というライダーになってます。一応世界初らしいです。これがこういう ACC とか ADAS の評価に関しては結構長く乗んないと分かんない部分もあるんで、今日はある程度のことしかわからないですけれども、やっぱライダー4つもつけてますからね、悪いはずはないだろうと思います。さあちょっと加速するとやっぱ速っ。普通に速いですし、加速感がやっぱ好きですね。この車、電気の嫌なところが全然なくて伸びやかなんでしょうね。なんかよくできた、パワフルなでトルクも十分にあるようなエンジンのような加速というか、これはちょっと本当にエンジン車が大好きな人たちにも乗ってもらいたいような加速感を持ってます。ロータスはね、今まで従来の、ライトウェイトスポーツカーとか、を得意としてきたメーカーから、グローバルなプレミアムなスポーツカーメーカーに今生まれ変わってまして、で、電気自動車の SUV なんてね、今までのロータスファンからしたらちょっと考えられないような、車かもしれません。ほとんどなんというか全く新しい時代のロータスだなという感じはするんですけれども、今言った加速のフィーリングとか、あるいはですねハンドリング、ライド&ハンドリングと言いますけれども、決して硬くないけれども結構路面を捉える感覚とか、そういうところには少しこうロータスらしさ、何か今まで培ってきた経験則が生きてるんじゃないかなという感じはしますね。あとはですね、これバッテリーは 112kWh ですかね。でこのエレトレ S ですと航続距離 WLTP、日本の WLTC よりちょっと厳しめなんで、高速域が入ったモードなんで、日本だともうちょっと増えると思いますけれども、 WLTP モードで600キロの航続距離になってます。で一応そのバッテリーとしてはですね、三元系のリチウムイオンバッテリーなんですけれども、少し工夫してるのが、普通はですね、最小単位、バッテリーの最小単位にセルがあって、それをいくつかまとめたモジュールがあって、それをパックすると、いくつかまとめてっていう、セル、モジュール、パックというのが大体一般的なんですけれども、セルを角型にしてモジュールという工程をなくしてるみたいなんですね。そうすることでこうエネルギー密度、体積あたりの密度を増やすという、そういった工夫をしてるんで、体積がそんなにない割に大容量だというような感じみたいですね。ほとんど文句のない凄まじい完成度と言っていいでしょうね。これ初めて作った車でこんなのができちゃうというのは本当驚きです。どうやってエンジニアとかリソースを集めたり、どういうふうに投資してここまでやったんだろうというのはちょっと興味が湧きますね。初めて作ってこんなものができちゃうというのはちょっと恐ろしい。だったら日本の自動車メーカーだってお金をかければできるのかなとか、ちょっといろんなことを考えさせられちゃいますね。もうとにかくその質感、いろんなところの質感とか、動的な質感も静的な質感も含めて、
もう全然本当にジャーマンプレミアムとか全く遜色ないですよね。むしろこの辺結構上手なんじゃないかなという感じがしますし、 HMI としてはもしかして今トップぐらいいっちゃってるんじゃないですかね。これ見てください。この風向きとかをこうやって変えられるんですよ。このアニメーションとかもすごいですし、ここを閉じたいってなるとタップすると風が出なくなりますし、またタップすると出るようになるとか、これすごいですね。まあさすがゲーム用のエンジンを使ってるんで、こういうところもお得意なんですよね。 3D でこういう動きとかもいいですしね。あとなんだ、まあこれもかっこいいですし、まあロータスといえばですね、もともと F1 で名門だったりとか、まあ、最近はライトウェイトスポーツで、まあかなり日本でも人気がありましたね。でもそういったイメージとは全く違うのがこのエレトレです。ロータス初の電気自動車、ロータス初の SUV ですから、まあなんでそんな車作るのっていう感じを受ける人もいるかもしれませんね。で、ロータスはですね、今生まれ変わろうとしています。いつもね、ロータスっていい車作るし、技術力もあるんですけれども、会社の経営はなかなかうまくなくてですね、古くは GM 時代があって、あとマレーシアのプロトンの時代があって、まあその時に、やはりそのプリミティブなスポーツカーだけじゃなくて、もっとライフスタイル系の車を作って、ちゃんと利益を上げようっていうような動きをしたこともありましたが、うまくいかなかったですね。確かダニー・バハールさんでしたっけがいろいろぶち上げてましたけど、全然実現しなかったです。でも今回はですね、中国のジーリーが資本を投下して、まあ傘下になってますんで、かなりこれは本気度高いと思います。ご存知のようにボルボがやはりジーリー傘下になって生まれ変わってすごくいいブランドになりましたね。で、まあ聞くところによるとジーリーの場合は金は出すけど口は出さないというやり方で、かなりいいものを、理想的なものを作らせてくれるというところらしいです。で、それが始まって、やはり今ロータスが目指しているところは、まあきっとポルシェのような存在になりたいんだと思います。基本的にはスポーツカーのブランドがベースにあるんですけれども、カイエンとか、パナメーラとか、あるいはタイカンとか、そういったもので利益をすごい上げているというところに行こうとしているのかなと思います。まあ、で、あとはですね、電気自動車のブランドになってきます。この間エミーラが出たばっかりですけれども、あれが最後のエンジン車。V6 はトヨタ製ですし、直4の方はメルセデスでしたっけ、エンジンが、搭載されている、まあ、昔ながらのロータスの、最新モデル、ミードシップのスポーツカーですけれども、あれで、エンジン車としては最後です。で、全部電動車になっていって、まあ、スポーツカーも計画があります。26年ぐらいですかね。これはアルピーヌとなんと共同開発で、電動のおそらくミードシップの比較的コンパクトなスポーツカーを作ると思います。で、このエレトレの場合はですね、EPA、エレクトリックプレミアムアーキテクチャ、これを新しく作りまして、電気自動車専用のプラットフォームです。で、これは、ある程度柔軟性があるんで、このモデルは結構大型、エレトレは全長5100ミリ超えてますから、ホイールベース3000ミリかな、ありますんで、かなり大きいですけれども、これよりもうちょっと小さいコンパクトな SUV と、あとセダンタイプを今計画しているそうです。まあ、スペック見るとですね、かなり凄まじい車です。まあ、まず、エレトレ S、エレトレ R と、3種類ありますけれども、パワートレインは2種類です。で、エレトレと S はですね、最高出力 450kW。まあ、これ前後にモーター持ってるんで、片方が全く同じ出力で 225kW×2、450kW。馬力だと600馬力オーバーですね。で、R になるとですね、フロントは同じ 225kW なんですが、リアが 450kW、まあ倍の出力のモーターになって、ですので、合わせて 675kW ですね。まあ900馬力超えます。で、まあ0、100キロは 2.95 秒ですかね。3秒切ります。あと、面白いのは、リアがですね、2段ギアになってるんですね。これはまあポルシェタイカンとまあその兄弟車のアウディ、
e-tron GT ですかね、が採用してるだけなんですけれども、それに次いで2段ギアを電気自動車で使うということです。で、資料を見てたら、他にあるEV の2段ギアの、ギアに比べると何キロ軽いですって書いてあったんで、明らかに体感を意識しつつ、上回ろうと、パフォーマンスで。っていうところを狙っているのかなと思いますね。あと、バッテリーは 112kWh あって、エレトレ S なんかだと、航続距離 WTP で600キロ。R だとさすがに下げて480か90ぐらいになりますね。日本だと WLTC になるんで、もうちょっと距離は伸びると思います。あとはエアサスペンションですし、可変ダンパーついてますし、で、R になると、さらにリアアクセルステアリングと、あとアクティブスタビライザーですね、がつきますんで、もう本当に今あるテクノロジー全部乗せみたいな感じになりますね。で、実はもう少し乗ったんですけれども、すごく完成度高いです。ロータスがっていうのはびっくりするぐらいですけれども、体制としてはですね、もともとロータスの本拠地であるヘセル、イギリスのヘセルはですね、どちらかというと商品企画みたいな、頭脳の部分みたいな感じですね。で、同じイギリスの中のコベントリーにデザインセンターがあって、で、エンジニアリングはですね、ドイツなんですね。フランクフルト空港のすぐ近くにあるらしいんですけれども、いろいろ話を聞いてみますと、エンジニアリングとしてはもうドイツですね。だから本当にポルシェ、アウディ、メルセデス、BMW と、タメを張るぐらいのパフォーマンスですし、ここら辺の品質とかも、もしかしたら上回ってる部分もあるんじゃないかなというぐらいですね。よくできてます。走りもいいです。あと、ADAS 系ですと、ライダーという、一番高価で高性能な、センサーですね。日本のホンダレジェンドとトヨタが未来、レクサス LS ぐらいですかね。あとは今メルセデスの S クラスですか。世界的にも本当ちょっとしか採用されてない市販ライダーですけれども、それをもう4つつけてあって、レベル4に将来的に対応できるようなハードウェアになっているということです。今は、レベル2で、前のここにあるライダーだけは使っていて、それは LCAS、ソーダの、アシストに使っているということでした。とにかく全ての項目において、一流というか、今考えられる一番いい技術のものを、載せて、で、かなり、テストも相当やったそうです。何万マイルとか書いてありましたね、テスト走行距離が。スウェーデンで冬走ったりとかいろいろやってますし、あと空力性能ですね。デザインについて話すの忘れちゃったんですけれども、エクステリアのテーマは多孔性っていうんですけど、いろいろ穴が開いてるみたいな感じなんですね。エアを入れるところ、出すところっていうのがたくさんいろんなところにあってですね、そこで、空力、ドラッグをつけないでリフトを抑えたりとかですね、もちろんクーリングの意味もあるところもありますけれども、いろんなところに、その処理がされてます。見どころ多いですね。本当に、フロントのタイヤ周り、前から入ってきて抜いて、このフェンダーとドアの隙間からスッと風を抜いて、タイヤ周りエアカーテンを作ったりとか、そういうことやってると思うんですけれども、やってますし、デジタル、ドアミラーがデジタルになってますし、あと、もちろん、ドアハンドルは引っ込むタイプですね。で、リアウィングは可変式で3段階ぐらいになりますし、このリアウィングも、ハードブレーキングでちょっと後ろが浮いてくるときにはガッと立って、スタビリティを確保するとか、いろんなことやってますね。とにかく、すごいというか、ロータスが、初めて、こういう車を作ったわけですけれども、もちろん人的リソースとかそういうのも一から集めてやったと思うんですけれども、それでいきなりこんなものができちゃうというのはちょっと恐ろしいですね。これが、ブランドとして成功するかどうかは、売れるかどうかとかにかかっていると思いますけど、まずはすごいものとしてはすごいものが出ましたと。日本にはおそらく2023年中に来るんじゃないかと思いますんで、またそこで、日本でも乗ってお伝えしたいと思います。
So we're going to come to this gate here. Okay. Okay, and then you'll come to a stop. Okay. So when you're ready, go. So to the right, all the way to the left, It's- over here, and then to the right again. On the brakes, just turn, and then follow the yellow line, then follow it to the left, straight. Then on the left, power. Oh, Yeah. And now release the brake. okay. Go. Don't